ご視聴ありがとうございます。今回は新製品の紹介と使っていた道具の故障報告2点させていただきたいと思います。まず最初に新製品の紹介です。 PB からボールポイントのヘックスビットが登場しました。特徴としては強度を売りにしたボールポイントです。 PB にはビットのボールポイントってなかったんですよね。ドライバーや L 字レンチにはラインナップございますが、壊れることを危惧してかビットは出ていなかったんです。今回対トルク性能を明記して満を持しての登場となりました。アイテムがこちらです。コーティングの処理がかっこいいっすね。レインボーっていうのかな、若干グラデーションのかかった PB らしいコーティングがされています。カタログでは全サイズ同じ色味に見えましたが、5mm の方が若干金色がかった感じです。全長は 50mm と 95mm の2サイズが設定されます。紹介していますのは 95mm のロングタイプ。ボールポイントビットは短い 25mm をいくつか持っていましたので、今回は長いものを選んでいます。印字で小さく対トルクのスペックが本体に記載されています。5mm で20ニュートンまで、6mm が30ニュートンまで。決して大きな数字ではないですが、一般的な締め付けトルクには対応可能となってます。海外の販売サイト見てますと、機械での使用も可能とありました。しかし話がそれますが、 PB の印字は映像からお分かりの通り大抵見づらいっすよね。サイズが小さく、線が細いだけでなく、色もかぶり気味、溶け込んでしまっていて分かりにくいです。私持っている中で一番見にくいのがこのソケット。映像では印刷が映っているかどうかもわからないレベルです。主張をしないので見た目は美しい道具なのですが、作業で使っていてサイズを確認したい時などストレスを感じることはあるっすね。5mm まではシャンクが丸に切削されています。6mm は渋位置の六角シャンクのままの仕上げ。細い箇所へのアプローチを考えた設計がされています。先端はこんな感じ。同社の L 字ヘックスとボールの形はほぼ同じです。くびれの部分は比べて太め、耐久性を重視した結果でしょう。倒れ方向、傾きは22度まで。比べてみると浅い角度で止まるようになってます。使ってみた感じとしては、強度がどうのってのは正直まだ分かってませんが、どこまで傾けて良いかが分かりやすいと感じます。これ使いやすいっすね。角度をつけていった時にボールがネジから浮き上がってしまう感覚が PB の L 字レンチや他の製品に比べてはっきりと伝わります。限界の角度でちゃんと一回止まってくれるんです。これ以上傾けたらまずいってのが手に伝わって分かりやすく、従来の PB ボールポイントや他社の製品ではこの手感がないものがあるんです。この分かりやすさはメリットだと感じました。ただやはりボールポイントなりのネガは感じます。緩んだ際にネジ穴から道具が外れてしまいヒヤッとしたことはありました。扱いが難しくはないですが、気を抜けないっていうんすかね、しっかりと使わないといけない道具だとは感じます。またこの PB のボールポイントビット、抵当というかかかりの浅い、六角穴の浅いボルトはちょっと苦手です。メリットに挙げましたボールの浮く感覚が分かりやすいというのも浅い六角相手には全然通じなくなりますし、また浅い六角相手に使っていますと他社品に比べて舐めやすそうだなという感触は受けました。抵当相手には扱いが難しい、そんな印象を持っています。ボールポイントのあの使用感、トルクかけた際のネジに食い込んでいくような感覚はこの PB もやはりあります。私この感覚苦手な方なんですけど、しかしこれがないと舐めやすいボールポイントだとも聞きますから、どっちがいいんでしょうか。この PB はごちごちに噛むのではなくて適度に食いついてるって感じ。ネジに当てた感じはボールポイントとしてはスムーズな部類に感じますので、ちょうど良い塩梅なのかなと思っています。PB のボールポイントビット、扱いやすい道具だと感じました。同社の L 字レンチを好む方には良い選択かと思います。機会ございましたらお試しください。続いては使っていて壊れてしまった道具の報告です。一つ目、2年間使っていたギアタイが壊れました。
こんな具合に中の芯線が折れちゃったっすね。このギアタイはコードをまとめるのに使っていまして、毎日4、5回くらいはネジネジしていたもの。同時期に買ったものは主にキャリパーぶら下げるのに使っていまして、そちらはまだ現役で使えていることを考えますと、負荷をかけるよりも繰り返しの変形の方が厳しいのでしょう。整備作業でちょっと宙吊りにしたい時など、とても便利なギアタイ。キャリパーなどの重量物に負けないしっかり感が魅力です。壊れちゃいましたけど満足度は高めな道具。次もこれ買おうと思うっすね。続いての壊れた報告。プロチのデジタルノギスが調子悪かったので、こっちは直せるかやってみました。症状としてはメインのここ、モニターがついたボディっていうんすかね。ここがガタガタするようになっちゃいまして、そこが動いてしまう分、測定値がおかしくなってしまうのです。錠を閉じたままここを揺すると、コンマ1ミリ近く結果が動いてしまうようになりまして、使えないってなってました。さて、ばらしていきます。まずケース裏に貼り付けてあるシールを剥がします。私はカッターの刃を差し込んで、ゆっくりとゴシゴシ、怪我しないように接着面を切りました。シールが剥がれたらネジが見えます。これを緩めることで内部にアクセスできるようになります。開けてみて中身はこんな感じ。デジタルノギスとしては一般的な静電容量の変化を読み取るタイプです。写真では見たことありましたが、実際にバラして基板見てみたのは初めて。動作原理を実際見ながら確認できるのは面白いっすね。で、今回原因となっていたのは、この難しそうな基板などの不具合ではなく、もっと原始的なところ、このケース止めているネジたちが今回の不調の原因でした。単純に緩んでたっすね。これが緩んでいるためメインボディが動いてしまう。結果として錠が動いていなくても、このガタのせいで動いたこととなってしまい、おかしな動作が起こっていました。もっと面倒な故障だと思っていたので、これは拍子抜け。まあ直すの楽なので良かったっちゃそうなんすけど、しかしシール貼ってある中のネジ、こんなところが普通の使用で緩むってどうなんだろうと不満も強く感じたっすね。低強度のネジロック入れて組んで様子を見ています。ついでにバラして掃除もしておきました。動作確認をしてしっかり元通りの動きとなったことを確認。ラフに使えるデジタルノギスの復活です。ただ信用度はだいぶ低下してしまいました。バラしてみてこのプロチのノギス、見えないところは結構に雑いですし、使っているネジの質が総じて良くないと感じています。プラスの溝も良くなければネジの山も頼りない感じ。私の答えだけかもしれませんが、電池の蓋を止めているネジは長さが足りておらず、最初に電池を入れたら蓋が閉められなくなりまして、すぐに交換をしています。今回ネジロックを入れて組みましたが、このネジの頼りなさは低強度のロック剤といえど、次バラす時がちょっと心配。お近くにネジ屋さんがある方は、もしバラす機会があればネジを交換することを勧めます。今回のこれでブランドに対する信頼度までちょっと下がっちゃったっすね。プロチのデジタルノギス、今の売り値を考えるとおすすめはしないっすね。ノギスに関しては他社品、もうちょっと値段出して SK 新潟正規さんなどを勧めます。現在プロチを使っている方はメンテナンスぜひおすすめっすね。同じ症状で使うのをやめてしまった方、簡単に治りますので試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。